がサクサクしてて美味しいです。間違いないです。お米届いたと思うんですけど、全部で何キロ届いてますか？ 20×9 で180キロ、5日分ぐらい、毎日取れないやっぱり外国のお客様も多くなりました。そうですね、だいぶ多かったですよ。万博の時もやっぱり旅行先で人気なんですよね。ありがたいですね。あっさり味になってます。甘みが強かったりうまみが強かったりするとその時は美味しいんやけど、やっぱ食べ飽けてしまうから、その食べ飽きない味っていうのを出すためにあっさり味にしてる。もともと先代がやってた時は肩ロースだけだったらしいんですけど、はい、味に差が出る部位なんで、セロースで会社の株式会社吉兵衛はスタートしたんですよ。ただやっぱ創業時の味食べたいっていうことと、肩ロースも使いたいっていうことで肩ロースが出て、今では全然肩ロースの方が圧倒的に売れるようになったんですけどね。肉々しくて脂も多くてジューシーな感じにはなるんで、素材によって差は出やすいんですけど美味しくて人気があるみたいですね。やっぱり比率から言っても肩ロースの方が仕込み量多い感じですかね。はい、やっぱり多いですね。7割ぐらい肩ロースですね。
はーい。仕上げももう終わってる感じですか？もちろん。ありがとうございます。パンパラダブルです。はーい。肩の健康でーす。はい。1枚だけですかね。わかりました。ありがとうございます。長しです。ありがとうございます。どうぞ、好きなお席へどうぞ。さん20分後に全部で11点です。はーい。あんパンいきますね。はい、カットリ定食です。お待たせしました。5番いきます。肩のトリプルです。お
肩のカツ丼です。肩のカレーね。空いてるお席へどうぞ。そばねんこ生卵トッピングコロッケです。で、お預かりします。ありがとうございます。こちら300円のお返しです。もう少々お待ちいただけますか。卵追加ですね。ありがとうございます。6番いきまソースカツ丼のソースって結構こだわりがあったりするんですかね。す。神戸の長田にある、まずソース屋さんからもらってるやつで、だから神戸の地元の。そうなんですよ。だから全店同じ神戸の長田のソース屋さんのやつを使わせてもらってます。失礼します。お待たせしました。はい、片天候。はいよ、できます。うん。いらっしゃいませ。肩の天候です。いきます。肩の天候です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。テーブルじゃない方行きますね。肩卵追加です。あ、これは綺麗。
これは使ってほしい。11がいきます。赤だしがあります。こちらです。お願いいたします。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。はい、テロお席へどうぞ。4号いきますね。カツ丼、カツ丼。いいよ。ありがとうございまありがとうございます。新規のお客様、片方からこのように。す。ありがとうございます。カツに出汁が染むようにこう鍋で出してシャーンってカツに出汁をかけたるっていうんですかね。ご当地カツ丼は必ずすることになってます。卵2つをお使いされる時って、はいはいはいその1回でこうかけずにはい2回に分けられてるじゃないですか。はいはいあれははいはい。なんでまたやっぱ1個目は卵をしっかり閉じるんですけど、2個目はちょっとふわっとさす感じで仕上げる感じなんで、1個ずつ閉じ方が違うというか。あと卵追加です。はい、103番です。はい、行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。1個です。ありがとうございます。卵追加です。ソースカツ丼です。旅行の人とかが言うてくれそうな。失礼します。お待たせしました。お先にカツソースでご注文のお客様。はい、ありがとうございます。だから失礼します。すみません、失礼いたします。クリクリクのプログラム上げてあります。もう少々お待ちください。お待たせしました。タカンからです。ロケット丼からの。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いかがですか。美味しいです。美味しいです。
何個くらい高いですか、1日。まあ3回か、1日には7回ぐらいですけど、まあ、お昼で3、4回、4キロの米を炊いて、水を入れるから6キロぐらいになるんかな。卵ついた肩ソー小盛り結構出ますね。ス。そうですね。最近は女性でもてんこ盛り食べると多くなりましたね。てんこ盛りっていうのはカツがそのプラスそのカツもご飯も増える形で。ご飯も増えはいます。一応並盛りで、ご飯はおにぎり2個分なんですけど、てんこ盛りになるとおにぎり3個分になります。まあ、お肉が1枚とちょっとって増える形です。はい。カツ丼のカツが漢字のやつあるじゃないですか。漢字。活力の活です。ああ、活力の活。その社長の、会社を始めたきっかけというかね、本店でその先代の親父さんと一緒に働いてる時にこう疲れた感じのお客さんが来たんですけど、なんかその親父さんのカツ丼を食べて帰ったらすごい元気になって帰られたらしいんですよ。それでカツ丼で活力をっていうのを体現したいなっていうことで、三髄編の活力のカツを使ってるそうですよ。小盛り。いらっしゃいませ。手巻きでこちらお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。パンからめ様やカツの天下盛りでご用意しております。こちらです。お願いします。以前吉部の違う店舗で勤めてたんですけど、そこは全然出なくてこっち来てびっくりしました。失礼します。お待たせしました。関係ないやん。すごいかもしれない。お待たせしました。先にパンから天下盛りでございます。失礼いたします。お待たせしました。カツがサクサクしてて美味しいです。間違いないです。はい。ありがとうございます。
とんかつカットされるこうスピードとかってなんかやっぱりあるんですか？2秒でカットって言われてます。大変お待たせいたしました。肩カツ丼トリプルでございます。ごゆっくりどうぞ。創業年を教えていただきたいんですけど。創業年。はい。1979年。46周年。今回はい。もう勤められて長いんですか、随分。13年です。ここのオープンをしてました。あ、立ち上げにもそうなんですよ。加わられて。東梅田とともに歩んでまいりました。11時か12時かな。多分なんか仕事明けでめっちゃ混んでたんやろ。そのパーティーを見てたり。お店のお客さんは多分マックスで200人ぐらいだと思うんですよ。大阪焼き豚トマトですね。うまそうやなこれ。ありがとう。あわりです。うまい。
にゃんにょおじいちゃんおばあちゃん家族連れだからお座敷も掘りごたつの個室があるのでどのお客様の層もご利用いただけるようなお店作りはしてるつもりなんですけど。
はい上がりとって焼きそばシングルかぶたマイルド。美味しい。どうですかお味の方は。美味しいです。なんか甘めで、麺ももちもちして、卵となるとまた味がちょっと違って美味しい。以上でお料理は揃いでしょうか。はい。シングルかぶたで焼きそばシングルかぶたです。失礼します。ソースカイキ豚トマト。ああ、これな。いつも以上でああ、ありがとう。いや、出ましたよ。
りです。焼きそばダブルいか豚です。いや、そんなさってきたから、ここに来てきて。ソーススパイスミックス。これが4番ダブルイカ豚ください。
上がります。焼き1回、カツオネギコン1回、シングルマカレー1回です。これがはい、これが2番ね。11番。以上でご注文されですか？はい、失礼いたします。6番で。上がりお願いします。はい。ポンペチ。お味どうですか？いや、美味しいです。もう昼から幸せですね。ああ、いいね。いいね。焼きそばシングルうまいかカレー。
ネギ焼き筋11番です。野菜炒めのポン酢です。失礼します。大阪焼きそばの豚です。はい。豚です。以上でご注文お揃いですか？はい。上がりです。焼きそばダブルのおかずです。生姜を乗せしていいですか？はい。失礼します。大阪焼きミックス。すごい。
せです。お使い気持ちいいです。ご注文以上でよろしいですか。はい。
前。何人前だあ、台を2つよく来られるここは好きなんですよ。あ、そうなんですか。ごちそうさまでした。最後に飴がもらえるんですね。はい。それが嬉しいみたいで。飴がもらえる嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。5つのこだわりがあって、麺とソースと粉とで、あと食材にこだわる4つ目で、5つ目は食べ方も、例えば筋の塩焼きやったら筋はおでんみたいに練りがらしがちょっとよく合うんですよ。シングルイカ豚。はいよもう元11以上で。僕や出しちゃって。大阪焼きの筋込んでお待たせしました。大阪焼きの豚です。お待たせしました。豚玉のお客様。はい。皆さんは何を注文されたんですか？豚玉卵のせこの方だけミックス食べてはりますねあ、ミックス。この方が大変好きなんで小学校の時から本当に吉本見ながら土日は学校帰ってきたら鉄板の座卓あるんです。それでみんなでお好み焼き屋さんごっこしながら育ってきたからね、そのお好み1枚をこれをどないして食べようかなっていう、例えば、周りはカリカリで中はしっとりやから、その周りのカリカリのをどのタイミングで食べるかとかメニューがめっちゃ豊富ですもんね。そうなんですよ。だからお客様も卵1個でもいろんな食べ方をしはるので、前町4名様入られます。世界でひっくり返ったら教えてください。
ロール2回上がるわ。1個も。電気4回1回、ドンペイ1回、シングル1回、1回ですよ。店内ダブル豚モロコシ。豚モロコシチーズです。お待たせしました。はい、失礼します。ぺっちゃんキムチで11番の。すみません、失礼します。ぺっちゃんキムチで。お願いします。はい、お願いします。大てっちゃんタレです。お待たせしました。大てっちゃんタレです。12番生姜大丈夫ですか？お願いします。サバタ。すみません、失礼します。大阪行きのイカ豚卵、ネギのしにも。はい、大阪焼きの豚トマト。6個以上で。はい、お願いします。大阪焼き豚トマトですね。うまそうやなこれ。お待たせしました。洋食焼きそばオーダーミックスです。大阪焼きの豚トマトです。こちら以上でお揃いですか？伝票の方お失礼します。お待たせしました。焼きそば海鮮塩味です。お待たせしました。海鮮塩です。お好みでポン酢マヨネーズ1ミリでどうぞ。失礼します。色は真っ赤っかなんですけど、そんなに辛くない一味唐辛子を使ってるので。
7番のここです。富士塩じゃがポンキムチですね。一口目はそのまま食べていただいて、筋が練りがらしちょっととても合うので、でこの3つを混ぜないでちょんちょんちょんでつけて召し上がってください。で私たまに辛くないのでこないしてあとは自由に召し上がってください。じゃがいもと筋がすごくマヨネーズに合うんです。そうなんですか？お湯も提供なさってます創業は何年になるんですか？私と主人がしたのが平成6年からですかね。前はここからもうすぐ近くなんですけど、そこで、20年ぐらいして、でここ来て4年半ですかね。常連様のお客様が多いので、毎日来ても飽きないようにあっさりでもこってりでもボリュームがあるのでも食べれるそういう、メニュー作りにしてるんですよ。でまたお客様のリクエストでメニューにないやつでもうちとかある食材と味付けで提供はさせていただいて、それがまたメニューにもなっていったりとかしてるんですよ。これとこれの組み合わせをとかいうのでも食べてみたら全然意外といけるじゃんっていうのが多いので、そういう楽しみ方もやっぱりしてほしい。もう十何年通ってもうここしかないと思ってます。カレーなんか全然俺は眼中になかった。まあそれでも一回まあやってみようかと思って。こう入れて、これが戻らへん言うたらこれシュッてやったら戻っとるやん、こう持ってきて全てが、ほんなら水分だいぶ飛んでるいうことで、だからそれはもう時間的なもうできへんです。季節によって玉ねぎの水分が全然ちゃうから、何分やるとかいうのできへん。
まず団子。これをやるわけ。その当時はだから30何年前からまだバブルのもう終わりかけ、まだバブル残っとったわ。それは忙しかった。今なんかずっと忙しい。だから昔は12時になったら時計みんなも分かったもん。あ、12時に人通りでみんな会社ばっかりやったから。今そんなんないもん。12時になったって分かれへん。もちろん下味いるやろうけど。ちょうどコロナぐらいだったんですよ。それまではサラリーマンあ、そうなんですか。で、おかんが病気になったタイミングでどうなるか分からへんってなったんで、うちけえへんかってなって、でそのままおかんがそのまま元気になったっていう。そうそう、めちゃめちゃ元気ですよ。これではもうめちゃくちゃ辛いから、これから伸ばすという薄める。10時間ちょい、まあ11時間ぐらいかな。ああ、もう結構長いこと来さしてもうてる。だいぶとマシになったけど、もう今年の初めぐらいなんかがだんだんあれへん JA からけえへんもんやから
結構確保するのに難しかった。ここのお野菜みたいに結構うるさいね。品質的にはうるさい。どんな米でもええわけじゃないから、もうなかなか大変やった。どうも。野菜もこれはこういうふうな形に取ろう思ったらこういうとこは絶対無理やからね、形的に。はい。俺は朝飯。いろんなまあ中華とかラーメンとか、いろんなジャンルありますけど、そのカレーを始められようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？きっかけのまあ僕の小さい時から知ってる人、兄貴の友達やねんけども、だいぶ年上の8つぐらい上の人やねんけど、その人がカレー屋さん本町でしはってダールと、同じ名前でここの店もしはって支店みたいなで誰かに知ってる人に任していう感じでそこで揉めはってんよ。ほんでまるっきり空いてもう誰もするもん俺やめるって言うとってんけど、僕は黒門市場におったんずっと僕大学出てからサラリーマン2年ほど 2,3 年やってで辞めて黒門市場のマグロ屋さんにだから和食したかって寿司屋やったでマグロを勉強しに行って飲食はしたいなとは思って言うたら一応魚屋に修行に行ってんねんけど、その時にその人から話があってだからカレー屋なんか全然俺は眼中になかった。それでも一回やってみようかと思って。揚げてる時に開いてまいる。だから全然あかん。やっぱりちょっと硬めに炊かれてるんですか？水の量も減らしてる。
すいません、どうぞ。どうぞ。はい。はい。今の自分。いやー、僕らの。会社が近いんでカレー食いたなったらもうここしかないと思ってます。食うてても別に飽きないしみたいな感じで、また行きたいなっていう感じで。そうですね、ちょうどいい感じでちょっと辛いぐらいで、はい、僕は好みですね。10年以上前から。あ、そんなに。これヘレ2つの大です。はい。マイルドです。はい。どうぞ。はい、すみません、卵入りの方。お前もカットや。お前はカットや。お前も映れ。
はい。2でミックス。はい。3で。結局見ない。コミュニティが変わっちゃったから余計来なくなる。いい形で。辛口ですけど、そんなにめちゃくちゃ辛いわけ。ちょうどいい。一応ヘレカツが一番多いから。ヘレカツばっかりですね。私。でもナスミンチもね、おすすめ。美味しいです。ごちそうさま。ありがとうございます。僕ら初めて。あ、今日、どうでしたか。美味しかった。ボリュームもあるしね。辛さもちょうどよくて、トッピングのねコロッケとかフライとかも非常に美味しくてカレーとマッチして、
もう十何年通ってます。これからも来ます。ヘレカツ2個カレーを辛くもなく、はい、食べやすかったですか？はい。初めてでずっと気になってたんですけど、Google マップでこうカレー屋さん結構好きでよく見るんですけど、たまたま見つけて、で評価もすごい良かったから、欧風カレーも好きなんでヘレカツカレーめっちゃ美味しかったです。なんかザ欧風カレーっていう感じでマイルド頼んだんですけど、結構ピリッとくる感じで美味しかったですあと福神漬けときゅうりとキャベツがあったんですけど、それもなんか合ってて美味しかったです結構意外と合いました。さっぱり食べれて美味しかったです。ありやなって思いました。こんにちは、どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。お2階日帰り4丁で上がります。お願いします。お願いします。なんかハーフ上がります。コードリンクです。これをカットして1ヶ月発酵熟成させて、無加熱なんでビタミンそのままで美味しい感じで、チューハイで割ったりソーダで割ったりみたいな。グラニュー糖を入れて、で毎日かき混ぜながら1ヶ月発酵させるんです。発酵ドリンクなんで腸内バランスとかもそのまま取れるっていうのがタレ作りとかはだいたい1ヶ月ぐらいどれもこれも熟成させるんですよ。麻婆豆腐のタレとかも1ヶ月以上寝かしてとか。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。この豆腐が美味しいんですよ。特注の豆腐で、ちょっと木綿豆腐を固めに作っていただいてる感じですね。なんか麻婆豆腐でなんか辛いみたいなところあるんですけど、やっぱり豆腐の味をしっかり大豆の美味しさを感じてもらえるように。味の濃ゆめの大豆で作ってもらってる感じです。必
し形に切るのは味に馴染むために。ゆうきとあかりちゃん。珍しい。ちょっと硬い品種が暁とか川中島とかっていうので。鶏油で油が取れるんですけど、それを、鍋で炊いて油にするんですよ。固形から液体にこう熱でこうして、でそれが全部 100% なんですよ。だからうちでやってるその唐揚げとか揚げ物全般格段に美味しい。オープン当初からその鶏油使ってて、もうそんな高いとかそんなところの騒ぎでも管理はややこしいし、値段で言ったらもう倍とかそんなレベルではない感じですね。はい、でも美味しいの、本当に美味しい。これを火を通すと油になるんです。ランチ用のスープ。でんぷんあれだね。鶏 100%
100% です。醤油担こんにちは。はいよ何番にゃんがお願いします。麻婆一丁。はいよ。ハーフリャンガーでお願いします。
日帰り1上がります。4位あげます。チキン南蛮でしょ。チキン南蛮。チキン南蛮で。チキン南蛮で。はい、失礼します。南蛮ニャンガーで上がります。空手一丁入ります。これは？南蛮ニャンガー上がります。南蛮出ました。カウンター南蛮上がります。お願いします。カウンター南蛮お願いします。上がります。ピザのハーフ上がります。お願いします。お待たせしました。この1週間ぐらい、はい、3、4回来てます。日替わりが美味しいから。今日食べた麻婆豆腐定食、辛くて美味しかったです。おかわりもできるし、はい、とってもいいと思います。ハーム何だっけ？どうもいい。ラムのハーフお願いします。お願いします。お願いします。はい、失礼します。お待たせ。日替わりニャンガーで上がります。お願いします。日替わりお願いします。お願いします。空手上がります。空手お願いします。油淋鶏さっぱりしてて美味しかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。提供スピードが半端ないですね。そうですね。お客さん時間ないんで。ハーフ上がります。日替わりでハンガーで上がります。ハーフ。マンゴー一丁。はい。はいよー。日替わりミニ麻婆4丁。日替わりミニ麻婆4丁。はいよ、ありがとうございます。日替わり4丁で入ります。
待たせしました。左アンガーがあります。赤上がります。はいよー。お願いします。失礼します。はいよ、こんにちは。どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。はいよー、どうぞ。お2階日帰り4丁で上がります。お願いします。どうもお気に入りありがとうございます。お願いします。お気に入りありがとうございます。おまた日帰りランガーで入ります。はい。日帰りお願いします。ありがとうございます。今日は油淋鶏定食ですね。満足です。美味しかったです。おかわりもされてはりますよね。そうですね。本当にご飯が進むんで、日替わりが800円。本当にサラリーマンに優しいぐらいだと思います。どうもありがとうございました。これ弟だと。はい。はい、どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。どうぞ。見舞いでます。どうぞ。こんにちは。はいよー。マーボー上がって日替わり上がって払ってマーボー払って上がっておおぎにありがとうございます。マーボー上がります。次のマーボー上がります。はいよー。お願いします。はい。日替わりリャンが空手でおぎにありがとう、どうもありがとうございました。どうもいつもありがとうございます。おぎにありがとうございました。でお願いします。はい、2番3番日替わりお願いします。お願いします。A のハーフ上がります。お願いします。A のハーフお願いします。上点間もなくです。どうもありがとうございます。すみません、いつもありがとうございます。お願い、上手になります。はいよー。いいな、上手になります。お
おきにありがとうございました。どうもありがとうございます。片栗粉でぬめりと臭みを取る感じですね。昔のエビでちょっと大きめなんで、今時ねホテルでもこういうなんかいいエビは使わないみたいな、めっちゃ高い。あーごめん。え？ラピカですか？ああ、そうそうだ。15分煮ます。カウンターが4席だけ。 4席だけです。おすすめのメニューです。はい。失礼します。お先に生中と生大とウーロンハイです。焼き餃子、刺し餃子、角、5個、たたき、焼き豚、辛いちょです。6個でやったよね。失礼します。
焼き豚もいいかい。1番。はいよー。3種餃子になりますね。麻婆上がり。こちらチャレンジ麻婆豆腐になります。じゃあお熱いのご注意ください。はいよ。ブザさん骨付き。はい。お願いします。生中とはい、ありがとうございます。サーマさんドリンク生中リャンが生大一丁お願いします。ありがとうございます。出ます。はいよ。上がります。麻婆ナスあるの。いただきました。はいよー。で上がります。ってなんやんねん。エビカッシュ上がります。エビカッシュ上がります。お願いします。牛肉上がります。はいよー。エビマヨお願い。ネギソース上がります。
お願いします。酢豚リャンガーとユーリンハーフで、はい。2枚ね。はいよ酢豚上がります。はいよー、お待たせしました。一回行くか一回。お願い酢豚お願いします。どこ？酢豚出ます。はい、酢豚失礼いたします。こちらお待ちしてます。はいよ、ありがとうございます。2回いいたかんかけたらはい、どうぞいらっしゃいませ。こんばんは。あんかけチャーハンがありがとうございます。はい。はいよ、ありがとうございます。2名お帰り。はいよ。はい、失礼いたします。チャーハン失礼いたします。ダッシュは。麻婆ハーフでお願い。麻婆ハーフ1回1番。麻婆11番でも。お願い3種餃子お願いします。お願いよ。トマトバーガーに。トマトバーガーに。そばお願い。お2回ごまそば上がります。全部の数。はい、お2回あんかけま上がります。ごまそばって珍しい。珍しいですね、だいぶ、はい、あんまり頼む人いないんですけど、食べたら次絶対頼んでくれるっていう。まあ、ちっちゃい頃からの夢で自分のお店持ちたいなっていうのがやっぱり根底にあったので、
一回は挑戦してみようと思います。なぜ中華料理みたいなのがあるんですか？高校生の時にアルバイトしてたのが中華料理屋さんで、もうその時の料理が非常に美味しくて、それが美味しくてもう中華料理やろうっていう風にもうそこで決めましたね。高校1年生の時でしたね。もともとカレー屋さんをしたかったんですよ。それが小学校3年生の時でした。この鶏天最高に美味しい。味も美味しいけど、働いてる人らがめっちゃ好き。うどん作りで今こう意識されながらされてることとかってあるんですか？言っていいのかわかんないけど、うどんそばの YouTube を見ていい技術上がったらどんどん取り入れて変えていくっていう、ほんとそれ。昭和61年式なんですよ。骨董品みたいな。
とんかつタルタルというメニューとチキンタルタルの自家製タルタルのベースです。胸ですか？胸ですね。胸なんですけど、この大山鶏はすごいしっとりしてるでしょ。艶やかな感じのやつがすごい美味しくて、勘違いされる人が結構多くて、それぐらい胸肉の既成概念を変えるようなジューシーなやつなんで、ちょっと惚れ込んで扱ってるというやつです。
最初のは煮干しです。で次成分がウルメとメジカといろいろ。僕はね、鰹節屋さんのおすすめのやつを使ってます。
感ですよね。うち定食がすごい力入れてるところなんで、うどんでお腹いっぱいにならへんような感じにはなってます。定食全面押ししてるんで、会社員の方とか家族連れの方とかが、あとお一人様とかやっぱ定食頼まれるんで、それをメインに考えた組み立てで勝負ですよ、他の店と違う。しました。卵と牛丼です。しました。よくお店来るんですか？時々ね、ここのおうどんが美味しいからね。こっち来たら食べに来るんですわ。先生、圧お願いします。
いいよ。他人丼お待たせいたしました。ありがとうございます。お待たせしました。カツカレーで、カツね今揚げてますので、もう少々お待ちくださいね。すいません。カツお待たせしました。ありがとう。置きます。大丈夫ですか。よかったね、別々で。美味しいよ。月に2回か3回ぐらい来させてもらってます。いつもご注文されるのって決まってるんですか？大概これですね、カツとじ定食かとんかつ定食がね、もう5年か6年かずっとお世話になってて、飽きないのでやっぱりよく使わせてもらいます。い
払う方。すみません。神戸でカレー払う方。ました。すみません。ありがとうございます。あー、めちゃめちゃ来ます。週2ぐらいで来てます。はい。チキンタルタルがめっちゃうまいですね。はい。大好きで。あ、大好きです。はい。めちゃめちゃリピートしてます。他におすすめとかってこと？意外とカツ丼もめっちゃ美味しいですね。はい。杉山さんです。はい。お待たせしました。おろしとんかつです。前の代のお父さんがされてる時に来させてもらってて、もう何十年。ここに来られたら、もうこれは必ず食べるみたいなものってあるんですか？夏はおろとん、冬は天とじとか、味も美味しいけど、働いてる人らがめっちゃ好き、一番落ち着くっていうか。いただきます。この鶏天最高の美味しい。いつも鶏天。天ぷら定食も美味しい。天ぷら定食も美味しい。はい、ありがとうございます。
88カ所の86番目の宍戸寺の近くの宍戸商業高校というところを先代が卒業して、それにちなんでそういう店名にしたという話です。一番人気はね、鶏天ぷら定食とカツとじ煮定食ですね。定食全振りで定食やテイストの強いうどん屋っていう感じですね。